こんにちは、ロックンクローラーズです。今回はエレメント、エンデューロ、エクト、トレイルトラックの紹介ですね。エクト、いいね。2021年のね、5月ぐらいに出たマシンなんですけれども、当初はね、黄色いボディでした。その後ですね、このアーミーグリーンのね、ボディバージョンのエクトが出てね、その後ね、他の色も出ているんですけれども、なんとなくエクトっていうと、このアーミーグリーンのエクトを思い出す方も多いんじゃないでしょうか。もう戦闘マシンって感じしますよね。これが出た時って2021年の5月なんで、もう本当 LCG がね、盛り上がりかけ始めてて、盛り上がりかけ始めるとおかしいか。盛り上がりまくってる時か。ちょうどね。それで、いち早くですね、エレメントもですね、こういうパワーワゴンボディをベースにして、でしかもね、この非常にナローなデザインで、フェンダーとかもね、大幅にカットしてですね、このボディ干渉とか引き起こさないですね、スタイルのエクトっていうね、ボディを作ってね、いち早くね、参入してきたって感じですよね。それはね、エレメントやっぱさすがですよね。今にして思えば、他のメーカーはまだこういうマシン出してこなかったですからね。ホイールベースはね、324mm です。エレメントの中ではロングホイールベースですね。タイヤもね、1.9 インチ、120mm ぐらいの台形タイヤをつけています。エレメントのね、RTR は当初はですね、リリース当初はですね、1.55 インチとかの、小径タイヤつけることが多かったんですよ。RTR ではね。でもこれ以降、こういうでっかいタイヤね、つけることが多くなったんじゃないかな。ほら、全然このボディに干渉しない感じ。ここやっぱ狙いですよね。で、リアはね、トレーリングアーム式サスペンションです。これがね、どうだろうな。良くもあり悪くもあると個人的に思います。いや、いいんだよ。いいんだけれども、結構ハードなクローリングしてるとき、このトレーリングアームがね、踏ん張りが効かなくなるんですよね。ロールしないとかね、いろんなメリットはあるらしいんですけれども、ちょっとリアのサスペンションの、ショックオイルとかバネとかはカスタムしないと踏ん張り効かなくてね、すってんころりんしちゃうケースが多かったかなと思います。付属品はね、いつも通り、デカールとか説明書とか、あと付属のね、ちょっとしたバッテリーとかアクセサリーパーツとかがあります。説明書はね、こんな感じでね、ちゃんとね、組み立て展開図になってます。展開図というか、ちゃんとね、組み立て用の説明書がついてるんでね、メンテナンスも楽だと思います。これはオーバードライブのね、説明ですね。オーバードライブはね、やっぱエレメントがね、持つね、ギミックの一つ、今ではね、他のメーカーもね、初めからオーバードライブ多く組み込んでますけれども、初めからオーバードライブ組み込んだトランスミッション搭載したシャシっていうのはね、エレメントが、ここ近年ではね、初めてだったんじゃないかなと思います。プロポはね、この当時はこれ XP130 ですね。チーム AJ さん、これ、日本のね、正規代理店ですけれども、そこの、技的マークがもちろんちゃんとついております。エレメントはね、プロポフライスカイとかのね、プロポに変えたりとかもしてきてるんで、今のロットがどうかはちょっとわかんないんですけども、この時のロットはね、まだね、XP130 っていう、チームアソシエテッドのね、プロポでした。で、これパーツの付属品なんですけれども、こういうね、いろんなね、パーツがついています。スペアパーツとしてもついていますね。で、これはギア、さっき言ったオーバードライブギアですね。これに付け替えることで、オーバードライブ率がですね、5.7% から 11.83% までアップさせることができます。取り付けはですね、ギアボックス、トランスミッションをですね、ばらさないと無理なんで、若干めんどくさいですけれども、説明書があるんでね、そんな手間ではないです。めんどくさいだけで。シャーシの方を見ていくとですね、ボディがナローなんでね、
サイドプレートもね、非常にナローです。これゲートキーパーのシャーシと本当全く一緒ですね。なので、メカ類というか ESC はですね、フロントにこんな風に積んであります。いいですね、ここの位置ね。この ESC はですね、SC480X だったかな。DD 製の ESC なんですよ。これね、優秀です。何かの OEM なのかなとも思いがちなんですけど、多分これ違くてオリジナルの ESC で非常に優秀ですね。モーターはね、550の5スロットのモーターがついてるんですよ。ここもやっぱさすがエレメントって感じしますよね。もう今5スロのね、モーター当たり前ですけれども、当時はね、まだね、3スロットの540モーターとかはね、普通だったんで、その辺はやっぱエレメントって感じがしますね。アクスルはストレートです。ポータルではありません。そしてトレーリングアームですね。この機構は他でクローラーでトレーリングアームを採用してるっていうのはね、あんまりないんですよね。エレメントでもゲートキーパーとかもう今はないですけどね。あと、このエクトとか、ナイトランナーも違うか。ナイトランナー違ったね。あんまないですよ、今はね。でも、これはホイールベースが 324mm ってこともあって、トレーニングアームをね、採用しています。だからってわけじゃないですけども、これ当時出たね、エレメントの自身の機構なんでね。結構高速で走ってる時にはね、安定感があるんですけれども、さっきも言ったようにね、岩場をね、すごくね、ぐいぐい登るような場面、途半角が高いような場面だと、結構ね、リアが沈んじゃうんですよね。柔らかいっていう意味かな。なので、ショックのね、オイルとかスプリングのカスタムはちょっとしたいかなと思いました。その辺はね、走行レビューの方でまた詳しく話そうかなと思います。ボディはね、こんな感じでね、アクセサリーパーツ、リベット止めみたいな感じでされてますね。で、デカール処理されているとこもあったりするんですけれども、これ、一体型なんですね、ベッドとね、キャブの部分が。プロラインのパワーワゴンとかだとね、別々になってるんで、トラギスタイルとかにね、簡単にできますけれども、こちらはね、一体型のボディなんで、カットしてね、カットしてもね、これだったらいけるかな、いけるけど、基本的にはね、前後のこのスケールボディってことで、楽しむコンセプトだと思います。で、ちょっと動かしてみましょうということで、こちらのね、プロポ、付属のプロポでですね、トリムでちょっと今やってますけれども、サーボもね、これね、結構いいサーボですね。やっぱね、リーディーって、なんだろうな、リーディーですからね。エレメントの強みはやっぱリーディーがあるってところも結構あるのかもしれない。優秀ですよ。社外品に変えようってあんま思わないですね、エレメントの RTR の場合。足回り、やっぱりね、よく動きますね。エレメントのアクスルと、それから、GKS、トレーニングアーム式サスペンションね、よく動きます。で、今これ何やってるかっていうと、オーバードライブのテストですね。オーバードライブ、正しくはこれアンダードライブなんですけど、エレメントの場合、後ろのタイヤがですね、ゆっくり回るんですよ、前よりも。ギア比が違うんです。フロントとリアで。それによってね、前がね、こう、早く回るので、前かきっつってね、登るときにですね、前のタイヤがこう、かいて登るっていう。そういう仕様になっています。これ、標準で 5.7% だったかなのオーバードライブ率になってるんで、さっき言ったようにね、ギア変えればね、12% ぐらいになります。それは遊び方によって変えてもいいんでしょうけれども、基本的にはね、11.83% にしてていいんじゃないかな。このマシンの場合特に。サーボもね、クイックに動くし、
これ付属のタイヤなんかもね結構かっこいいでしょ。スケール感もありつつですね、グリップも、ゴム質もね柔らかいし、グリップもいいんじゃないかなってことでね、ちょっとねミッキーロックで遊んできたんですけれども、そちらの様子はねまた別の動画でお届けしますが、求めてるものがね大きすぎるのかね、どうだろう、こんな感じになっております。